どうもこんにちは。今回はここ下部温泉駅をスタートしてゆるキャンシーズン2の第7話第8話でりんちゃんが訪れた早川町に向かいます。はい、富士川に出ました。この橋は富山橋です。この風景はアニメでも劇場版でも描かれています。国道52号を横断します。国道52号を渡ったら富士川の支流早川に沿って進みます。この道は南アルプス街道という名称で知人峠に続いています。まずは一つ目の目的地赤沢宿を目指します。はい、早川町に入りましたね。早川町は日本一人口の少ない町で現在1000人を切っています。そして人口の4割の名字が望月さんだそうです。この先の左側の路肩が広くなっていますが、ここはさくらさんが車を止めていた場所です。トンネルを抜けた先に赤沢宿の案内板があるので、ここを左に曲がります。赤沢宿は左です。赤沢宿まではものすごく急な上り坂です。赤沢宿は七蓮宗の聖地身延山と七面山の参拝者のための宿で、江戸時代から第二次世界大戦以前までは人気の観光地でした。はい、赤沢宿に到着です。それでは赤沢宿を散策します。ここ赤沢宿は山の中腹に建てられていて、ここからはあきちゃんやインド子たちが初日の出を見た身延山奥の院まで登ることができます。それでは古民家カフェで休憩します。この清水屋は旅籠を改修したカフェで、とてもゆったりとした時間が過ごせます。
ちゃんと同じ席で同じものを食べることができました。ごちそうさまでした。はい、南アルプス街道に戻ってきました。南アルプス街道に出るとすぐに警察官のモニュメントがあります。これから南アルプス街道を北上して奈良田方面に向かい、途中で湯島の大杉に立ち寄ります。ここは雨畑との分岐です。雨畑後で立ち寄りますが、まずは奈良田方面に向かいます。案内板には広河原と記載されていますが、広河原は八社神峠と奈良田の中間にあり、甲斐駒ヶ岳や鳳凰三山、千丈ヶ岳など南アルプスの名だたる名峰へのアクセスが抜群な登山口になっています。奈良田から八社神峠は交通規制があり、バスしか通ることができません。りんちゃんは奈良田について奥山梨の一番奥と言っていましたが、自家用車で行ける一番奥になりますね。湯島の大杉に到着しました。はい、これが樹齢1200年の杉です。それではここからさらに北上して奈良田に向かいます。はい、奈良田に到着しました。ここはもともと1300年前の女帝高賢天皇が神託により発見した秘湯があります。まさに秘境の温泉でぬるぬるとした化粧水のような素晴らしい泉質です。それでは奈良田の里を散策します。まずは古民家カフェ鍵屋でくつろごうかと思います。ここはりんちゃんが隠れていた場所ですね。
ぎ屋に到着しました。では中に入ります。はい、ごちそうさまでした。次は所定の湯に行ってみます。所定の湯はさくらさんが立ち寄った温泉です。それじゃあこれから奈良田ゲートに向かいます。奈良田ゲートまではリニア中央新幹線の工事車両がバンバン通りますので、通行する際はお気をつけて。はい、ここが終点奈良田ゲートです。それでは来た道を戻ります。次の目的地は雨畑です。この交差点を右に曲がります。雨畑ダムが見えてきました。このダムの水質は悪く、排水される水で富士川や駿河湾が汚染されているという話があるのですが、ゆるキャンを通じてこの環境問題がぜひ解決するといいなと思っています。早川町か山梨県へのふるさと納税をぜひご検討ください。トンネルを抜けるとりんちゃんが入っていた温泉ビラ雨畑があります。ビラ雨畑は廃校になった学校を改装した施設です。
こは一度通り過ぎます。目の前に見えるのは雨旗の吊り橋です。雨旗ダムはすっかり土砂が堆積してしまい水がありませんね。それでは雨旗の吊り橋に向かいます。この吊り橋は揺れもあまりなく渡っていても安心です。それでは最後にビラ雨旗に向かいます。